日ま私の忍者先生第32話。みんな打ち解けて、良い空気が事務所内に感じて安心しますね。でも、今回の依頼は、過去にないほど複雑で謎が多く、どこから始めて禅像にたどり着くことができるのか。あの時の女性は、禅像とはどんな関係で、なぜ禅像を止めたがっているのか。先生、ちょっと良いですか？闇野さんと話していて思ったのですが、禅蔵さんの組織ってあまり良いことはしてない組織だと思うのです。僕もそれは感じてます。ですが、どこから始めるか悩んでます。そのスタートのことですが、犯罪者とか良くないことをしてる人ってその場所に戻るとかって言うではないですか。それなので、先生が撃退した時は旧都心の駅でしたので、また、そのあたりに現れたりしませんかね。くのいちさん、ナイスアイデアです。ある程度の地理を理解してたり、ターゲットを探しやすい場所に居座ったりしますからね。小太郎さん、お兄様にも説明して了解をもらってきました。ですので、散歩も兼ねて、旧都心駅の付近で盗撮犯を探してみますわ。たまには小太郎さんもゆっくり待っていてくださいませ。第32話バラバラの創作。影丸や闇野さんの加入でのありがたみを痛感しますね。なんだ小太郎は。見た感じ、拙者たちを不安そうに感じてないか。そうではない。影丸と闇野さんの加入を喜んでいるのだ。本当か。でも、拙者も実際は探偵での追跡などは初めてなので、少し戸惑いもあるな。小太郎から何かアドバイスとかあれば、先に教えてほしいでござる。アドバイスか。そうだな。探偵の追跡も忍者の追跡と同じで、闇雲に相手を追いかければよいのではなく、相手がおとりとして誰かを隠したり逃がしたりするパターンや、逃げた相手を追跡するのも罠の場合なども考えられることも想定して追跡が必要だ。それと相手のアジトを見つけたとしても自分の実力に過信して先走らないこと。まあ最近はありがたいことにいろいろな報告や連携の手段はありますからね。なんだか考えれば考えるだけ頭が混乱するぞ。そうだ、便利なアイテムがあるぞ。先日旧都心で作ってもらってまだ使ってなかったこれを使えば便利だと思うよ。これは何でござるか。ピーナッツではなさそうでござるが。食べ物ではないが、特注のイヤホンマイクで追跡の時に仲間と連携して会話をしながら尾行できる。今はこの2つしかないが、数が増えれば同時に複数人で連携して追跡が可能だ。確かにそれは便利そうだな。それならば持たせてもらうでござるぞ。禅像の追跡ではないし、そこまでの危険性はないとは思いたいが、何が起こるかわからないのが探偵の仕事だ。影丸、頼むぞ。任せるでござる。夜食は豪勢に頼むでござるぞ。それでは先生、旧都心まで行ってきます。くのいちは、張り切りすぎて足でまといにならなきゃよいねん。招き、あんたの言うことはわざとなのか、聞こえてるからね。おとなしく事務所を守ってなさいね。はいはい、わかったねん。
そうだ。帰りにケーキでも買ってきてほしいな。それなら私がケーキよく買ってきますわ。なんだか緊張感がないな。お二人さん、ちょっと待って。さっき、小太郎から渡されたアイテムを二人に持たせるでござるよ。これで連絡を取り合えば便利らしいでござる。使用するときはボタンをオンに、必要ないときはオフにしないとバッテリーが減るから気をつけること。そういえば、先日先生が特注で作ってもらったと話してましたね。まだ2つしかないので遠慮なく、私と闇野さんで使わせてもらいます。これはピーナッツではありませんよね。闇野さん、これはピーナッツではなくてですね。耳に入れて、お互いで話したり聞いたりして、連絡を取るアイテムですよ。ある程度の距離なら、離れていても平気だと思いますので、今回は試してみましょうね。わかりましたわ。探偵って感じで楽しみですわ。また、後ででも試してみますか。現地に着く前にマイクを試してみますか？私が少し離れた場所から話しますので、聞こえてたら話し返してください。なんか楽しそうでござるな。拙者が使いたくなってきたでござるよ。お兄様、今回はレディーファーストでお願いします。この辺りまで来ればいいかな？私も試したら先生に会話のネタができるし、便利なものは使わないとね。もしもし、くのいちと言いますが。もしもし、くのいちと言いますが。お兄様、聞こえましたわ。くのいちさん、聞こえました。闇野と申しますが、どうですか？私の声は聞こえてますか？なんだか初対面の電話のやりとりじゃないんだから。もう少し先に行くと、目的の場所に到着します。なんだか追跡とか尾行って考えると難しく感じますが、散歩って考えるとワクワクしてきますわ。闇野もそう感じるか。拙者の判断通りで旧都心に来て正解でござったな。いつターゲットが現れるか、もしかしたら現れないかもしれないですし、どうせならみんなで楽しく過ごさないと。なあ、小太郎、ちょっといいか。招き、どうかしましたか？お腹が空いてるのでしたら、冷蔵庫に冷やしチュールがあると思いますが。そうじゃなくて、あの3人を捜索に行かせたけど、経験も連携も対策も考えてるのかわからないし、小太郎は心配にならないのかにゃん。特にあののんきなくのいちが一緒だし。そうですね。心配がないとは言いませんが、くのいちさんは小太郎探偵のエースと僕は思ってますし、影丸や闇野さんは探偵としてのスキルはなくても、忍者としての経験や実力があるからこそ、僕はあの二人を小太郎探偵に迎え入れたのです。小太郎がそこまで言うなら、私は何も言えないけど。何事も経験ですよ。今回はみんながやる気になってますので、やらせてみましょう。なんだか余計なことを考えたら腹が減ったなん。冷やしチュールもらうなん。この辺りで待機してますか？ここから見える。あの辺りがターゲットの出現場所みたいですので。それならいつターゲットが来るかわからないですし、駅のコンビニで軽いお菓子でも買ってきますわ。
闇のは気が利くでござるな。それなら拙者にはあんドーナツを頼むでござるぞ。そうですよ。のんびりと待ちましょうね。みんながいるし、イヤホンマイクは外してもよいかな。それにしても暇でござるな。影丸さん、まだ数分しか過ぎてませんよ。くのいちさん、悪いが拙者は少し散策するでござるよ。敵の反対側とか、いろいろと覚えるタイミングでもちょうどよいし。わかりました。気をつけて行ってきてください。新しく仲間が増えて、楽しいが先行してしまったけど、これだけみんながバラバラで、連携の創作なんてできるのかな？今のところは、まだ異常はなさそうだな。このキュートシンは意外と可愛くてスタイルの良い子が多いんだよな。あれ、このスタイルは盗撮のプロフェッショナルの俺には過去のデータが脳にインプットされてるけど誰だったかな。あの可愛い子は誰かいるの？風の音か。あまり夜は出歩かないし、怖い。あの時は情報が回ってきてラッキーと思ってたら邪魔が入ったけど、なぜここにいるのかわからないが他に邪魔はいなそうだな。こないだの楽しみリターンズ。いきなり誰なの？さあ持ち帰って楽しむか。今日は盗撮どころじゃないな。あれはくのいちさん。しかしなぜお兄様はいない。もしやくのいちさんをおとりとしてターゲットを追跡してアジトを探るのか。お姉さん、どこか体調でも悪いのですか？へへへへ。助けるふりして持ち帰るぞ。やはりくのいちさんが倒れているのは演技ではなさそうだ。またくのいちさんをあやつの好きに流行らせない。おい、お前、くのいちさんに何をやってるんだ。くそ。結局はお仲間がいたのか。残念だが逃げるか。くのいちさん、大丈夫か？ダメだ、気絶してるぞ。くのいちさんは私が見てますので、お兄様はあの人を急いで追いかけて。わかった。闇の頼むぞ。お兄様、今回の目的はアジトを見つけることですからね。あの人に見つからないよう尾行してください。わかってる、任せろ。アジトがわかったら連絡するから待ってろよ。携帯電話すら持ってないのにどうやって連絡をするつもりなの。こんなことならイヤホンマイクをお兄様に持たせるべきだった。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。今手のひらを握りしめて私は泣かない。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。
かった。私は泣かない。